どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。今回はパート72、前回の聖獣戦の、やり直しと、いったことですね。で、裏で、自分なりにやり込みました。で、今からそれをやっていきたいと思います。まず、おさらいとして、聖獣戦のね、イベントの最初から見ていきましょう。ちょっとスクリーンショットじゃなくてクリップを撮っといたので、そちらから見ていきましょう。これですね。まず明のハープを手に入れる前ですね。皆さん気をつけてくださいね。ここはこの地を守る聖獣の住む場所ですからと。聖獣でも何か特に何かがいる感じはしないけど、聖獣はあまり人前に出ることは好まないのですが、私のハープの音色で呼び出すことはできますが、まだまだもなく剣と盾が国の命運を定めていた時代、沼良という国が生まれる前からこの地にいた方ですと。聖獣って怖いの？いいえ、威厳のある美しい方ですが、記憶を封じてから長い間お会いしていませんが、けれど聖獣はここにいて人々を見守っているのです。ですから失礼のないようにお願いします。 OK、 分かった、おとなしくしてるよと。でもそんなすごい聖獣なら一度会ってみたいな。そうですね、私も久しくお会いしていませんし、行ってみましょうかと。まあこれ前回見たわけなんですけど、そしてこの先に行くということですね。でここで終わってるんだけど、で次はわあ綺麗女王様、ここに聖獣がいるの？昔まだ沼野という国さえなかった頃から聖獣はこの環礁に住んでいるのですわっていうことね。でも全然気配もないね。聖獣は人前に姿を現すことを好みませんから、私のハーブがあれば呼び出せるのですがと。それで、もう一度、ホワイトボアに戻って、で明のハープを手に入れて、そしてここに一回来て、そして聖獣と戦った。でも戦いの途中で前回を終わらせてもらった。なのでもう一回聖獣戦をやり直すという流れですね。今の私の進捗状況っていうのはこういう感じなのよ。まだね、ホワイトボアンを入手して直後です。他どこにも行っていません。まだね。で沼原干渉のみ、しか行っていないとっていうことになりますね。それとね、そうだそうだ、それとね、これねちょっと見てほしいんだけど、ちょっと久しく忘れてたんだけどさ、そういえばと思ってちょっとダウンロードコンテンツをね買ったんですよ。いくつかあるんだけど、2つ買ってたのよ。で最後の1個は、を買ったんだけどね、深淵のなんとかっていうやつなんだけど、深い淵ね、深い淵深淵。それでねこういうのがあったんだよ。ちょっと見てください、ワールドマップをね。ほら真ん中、ほらピカンと光ってるでしょ、真ん中っていうか右の方。あれさ、ダウンロードコンテンツみたい。前回あんなの光らなかったね。今分かりました？ほらこれね。これもちょっと行ってみようかなとは思ってます。まあ今日はもう行かないよ、行かないけどさ、なんかねあそこみたいだから。どっちにしてもホワイトバーを入手してからじゃないといけないってことになるね。いけないってことになる。今ちょっとねピカピカ光ってるけどさ、あそこのでかい湖っていうか海っていうかね、あそこね、ここに乗ってないのよ。乗ってないんだけど当然ね。だからあそこの内湾っていうの、あそこのエリアはホワイトバーを入手してからじゃないといけないはずだから、そんなようなダウンロードコンテンツなんだね。まだ何にも言ってないからわからないんだけど、というわけで、そういうことがありました。あとね、前回のホワイトボアなんだけどさ、セスのさ、ちょっと前回も見てほしいんだけど、これまでいろんな人が私たちの人生を通り過ぎていった。でも海だけは変わらない。1000年経ってもねと。別になんてことはないんだけど、こういう言葉も発してましたよっていうことをただ言いたかっただけです。それとね、あとね、ノーチラスなんだけど、パワーアップしたノーチラスはジャンプが可能になりました。だから前回私がセドのがちょっと喋るムービーがあったでしょ、前回ね。今ちょっと流さないけどそれ。それの時の話で私ジャンプがうんぬんって話したと思うんですけど、だからこういうことなんだね。へえと思ってさ、左スティックを動かしてノーチラスを移動させると、ある程度スピードが出たところで画面左下にジャンプマークが出ると。で長く押すと X をね
高くジャンプするんだって。なんか空賊みたいにさ、前回空賊うんぬんって私話したけど、でなんか着水っていうのもあるんだね。なんかよくわかんないけど、ただこれは降りるっていう意味かな。だって上に行きっぱなしじゃね。あとね、これね、前回見たかどうかわかんないんだけど、ウーラで一度、ガンガラはそのエネルギーを使ったもう一度魔動力を蓄積するために、グランドスタッフはバウスの海に戻るかもしれんなと。だからここに行くんだよ、要はね。っていうことを言いたかったのに、だからこのスクリーンショットをスクショしたっていうことを、ただ単にね。で今ね、ワールドマップでいつもみたいに、この文字の左側にさ、例えばこの沼田干渉だったら、このぬの左側に青いびっくりマークが出ないのね、どれもね。だから次どこに行ったらいいかわかんないんだけど、他にもいろいろ行けるとこあったでしょ。前回の動画見てもらいたいんだけど、5箇所ぐらい、行けるとこがあったじゃないですか、新しくね。だから北方の方とか行けるんだけど、だからその辺ぐるって回って、まあグランドスタッフ云々っていうようなところも行くんでしょうね、最後ね。そんなような、ラストまでのなんていうのかな、青写真っていうのかな、なんかだんだん見えてきましたね。見えてきましたねってもう終盤なんだろうけどさ、だからその前にいろいろ行くところがあるんだね、多分ね。まあメインストーリーに関わるようなこともあるのかもしれませんけど、まあそんなところを、この清獣戦が終わった後は、まあ今回行きませんよ、行きませんけど行ってみようかなと。特に内側の海ね、あそことかまあ行ってみて、また潜ってみてアイテムとかあるかもしれませんからね。まあそんなようなことを思って、いますよといったことなんですが、まあ今回はとにかく、この沼田干渉で清獣戦をやっていきます。沼ラアトールっていうので、この先行くとムービーがまた始まるっていうことですね。とにかくミンのハーブを手に入れてからまたここに来ましたよっていうことですね。でさっきのいろいろ喋ってた会話ね、一番最初に流した会話でちょっとした自分の思いだとかこういうことなんじゃないのみたいなことは前回喋ってるんで、さっきは文字だけを読んでました。だからここもそうします。前回喋ってるんでね、女王様ここに聖獣がいるんだよね、ミンのハープを持ってるわけですね今はね。それは前回見ていただきたいんですけど、聖獣はずっと昔からここにいました。かつて私が人々に追われて、ここに来た時も、追われたなんで、私の持つ魔導の力ゆえですが、病を癒すため使った力ゆえに人々は私を恐れたのです。なんでだよ、それあんたは何も悪くないじゃねえかと。ありがとう、でもいいのです。あの時の絶望があったからこそ私は女王となったのですから。で今の絶望って言葉を覚えておいてほしいんですけど、当時この地に住んでいた人々は素朴で優しく私を温かく受け入れてくれました。でも私は彼らに私の力を知られることが怖かったのです。彼らと接することさえも怖かった。まあカイムね、カイムも似たような経験をしてきたはずなんだよね。そんな時聖獣と出会い、言葉がなくても互いの信頼だけで、幸福になれることを知りました。幸せっていうのかな、幸福、そして恐れているだけではいけないことも、私は人々を幸福にするため女王となることを誓ったのです。あんたやっぱり偉いな、俺にはできねえよそんなこと。いいえ、そんなことはありません。女王として私は今も未熟ですもの。聖獣にも長らく留守をしていたことを詫びなくては。では少し待っていてくださいね。すいません。ちょっとね戻りました。さっきのムービー始まっちゃうと、もうそのまま戦いに突入してしまうので先に説明できなくなっちゃう。なので一回戻りました。この先進むとさっきの会話が始まります。今回どういう作戦でいくかっていうと、まずメンバーは、このメンバーで、行かせていただきます。これから始まるムービーに合わせたような人を使いたかったんだけど、いつもストーリーに合ったような、感じでの人を選んでるんだけどっていうのをいつも言ってると思うんだけど、今回はちょっとこのメンバーで、行かせていただきます。今から映るムービーにはマック、サラはいないんだけど、その代わりセスとカイムがいるんだけど、ちょっとこのメンバーにします。
でね、またね、2本ばかり2パターン取ってて、もう1パターンの場合はまたちょっと違った戦い方をしてるんで、それは後でくっつけときます、動画。とにかく、このもう1パターンの方はこのメンバーでいく。そして、魔法のみでいきます。やつはですね、前回ちょっとマイン系とか使ってたけど、マインも使ってくるんですよ。でマインは通常攻撃を跳ね返します。何パーセントかね。水属性の攻撃として跳ね返ってくるんだけど、それを防げなくはないです。防げなくはないんですけど、そういうのもあるし、魔法攻撃でいきたいと思います。でもう一つの理由は、物理があまり効かない。でもう一パターンさっき取ったって言ったでしょ。でそれは物理と魔法のコンビで言ってるんだけど、それはちょっと楽しみに見といてください。ノーダメの、2ターンで倒せました。安定的に戦うには魔法の方がいいっていうことですね。かなり成功率が低いので、もう1パターンの方はね。それでね、グランダを使うんだけど、ギャンブルも1回ぐらい使うかな。いつもギャンブル気に入らないから使わないんだけど、1回だけ使います。別に使わなくたっていいです。でもたまには使ってみようと思って使います。それはマックがやります。でもそれは1回だけ。マックは他にやることがあるから。で、とにかく魔法攻撃をやるんだけど、最初のターンは、補強とかでほとんど潰れてしまって、次のターンから、やっていきます。いよいよ攻撃をね。そして、スキルはですね、やつらはっていうか、ごめんなさい、聖獣は、ちょっとね、まだこれは食らったことないんだけど、土、水、風の全体攻撃をやっていきます、魔法の。なので、これを入れといた方がいい。あれば、これをやっておいた方がいい。それから、HP が半分以下ぐらいになると、やつはゼスリープって言って、眠りをやってくるんですよ。全員。だから眠りも5を入れてる。っていうことですね。それからグランダを使うからこれ。でね、魔封じを使います。最初に。それも後で説明します。そして、これも一応入れといた。ミンはこれを使うことはないんだけど、一応入れ、いいか、いらないな、ミンはな。うん。それがこれは説明するために必要。あとは、一応早くやりたいからこれは必要ない。なぜなら、やつは魔法攻撃しかやってこないので、今回は限りなくノーダメになります。うん。1回か2回ぐらいしか食らわない攻撃。それもミンはゼロです。なので、これは必要ないんだけど、一応あった方がいいでしょうっていうこと。それから、マックは、レベル35はこんな感じ。もう選びようないからね。通常車だから。不死者と違うから、こんな感じね。それから、同じくね、クックのレベル35はこんな感じ。それからね、レベルのことなんだけど、カカナス戦からやり直したから若干違います。前回話してたようにね。それから、サラは、こんな感じかな。同じように入れて、それからね、魔法カウンター、これミニも入ってるけど、たまに発動する。これは、ゼスリープにも反応します。魔法だから。それから、あと、これもね、入れておいた方がいいよね。で、ゼスリーパー使ってくるのでこれ。そして同じようにこれ。それからね、呪術は使うので、あれを使うんですよ。マインです。それを使うんで入れる。それから、ヤンセンはこんな感じ。それから、装備なんだけど、こんな感じ。いらない。今ので全部組んじゃってるから。それからね、このエルヴィンチャームね、箱演奏8の報酬ですね。これを組みました。魔法防御力が上昇する。ただ1回しか食らないし、バックなので、ほとんど食らいませんけど、せっかくだから、入れといた。それから、クックなんだけど、これは混合石の樹話。これはコンブレイクを使うために入れます。じゃあなんで元からコンブレイクを使えるマックが、コンブレイクを使わないんだっていうのは後で説明します。とにかくコンブレイクのためにこれを入れる。後からこれは変えます。それからこんな感じね。いらないから。それからヤンセンは、この確率が高いからこれを組んでる。後から、スリープ対策をします。クック、マックにも目覚まし時計を入れます。そういう感じの作戦でいきたいと思っています。ダメージを食らうのは1回だけというわけです。さて、じゃあ行こうか。今のところちょっとカットしてるかも。そしてこれね、ここからはさっき見てないね。で、みんなハープで呼び出す。前回見ましたけどね。
そして聖獣が現れる綺麗な感じのね。うわ、おい、これ本当に聖獣か？襲ってくるぜ。何があったのです、聖獣よ。私の声が聞こえないのですか？仲良しっぽかったのにね。まあそれは前回私説明しましたけど、これも魔動力の影響じゃないか。あんたのこともわかんないみたいだよ。まあということなんだよね。仕方がありません。少しでも動きを止められれば私の力で直せるかもしれません。これのね、意味がわからなかった。動きを止めるっていう何かがあるのかなと思ってたんだけど、特に別に普通に戦うんだよね。まあ動きを止められそうななんかスキルがあるわけでもないんだけどさ、なんかちょっとこれ気になるんだよね。だから勝ち切った後に何かムービーがあるのかもしれない。これに関することがね、私もそこまで要するに見てないわけなんですよ。見てないわけなので知らないっていうことですね。とにかく戦いにおいては何か動きを止める行動をこちらがするっていうことはないです。で、さっき言ってたこのメンバー、この5人で戦いたかったんだけど、ちょっとやめました。なんかほら不死者が3人もいるし、だからいいやと思ってやめました。仕方ないね。聖獣よ、無礼を許してくださいね。参りますということなわけです。そして配置はこんな感じ、っていうことですね。でもう一方のもう一パターンの戦いを取ったノーダメの戦いをよく見ていただきたいです。なかなかね面白い配置を考えました。心情的にね。まあそれは見てのお楽しみということにしておきましょう。ではミンは絶対つかなきゃいけないってことね、リザーブね。さあいよいよさてと、やりましょうか。でね、うまくいかないかもしれないからちょっと一旦ここで録画ボタンを切らせて、いただきます。またすぐつけますけどね、でダメだったらもう一回ここからやり直します。うまくいかないって意味は、勝てないって意味じゃないんですよ。まあそれは後で説明します。とにかく一旦ここで録画ボタンを切らせていただきます。一回ね。だからもしうまくいかなかった時やり直しますが、ちょっとつながりがおかしくなるかもしれませんが、それはご了承ください。ご容赦ください。では一回切ります。さあ、やっていきましょう。テイク3です。まず、この聖獣はですね、1ターン目に必ず悪魔印っていう水属性の反撃ダメージを使っていきます。それを防ぐために、魔封じで、先延ばしにする。そうすると次のターンで、悪魔印をまた必ず使ってくるんですよ。とにかく聖獣は悪魔印を絶対かけたいんだね、要は、絶対かけたいのよ。だけど上にも書いてある通り戦闘中1回のみなので、2ターン目に悪魔印は必ず使われてしまう。だけど2ターンは何も手出しこいつはしてこなくなるっていう、そういうことで2ターン得する。で3ターンか4ターンとかで倒すのでね、もう4ターンとか5ターンだったかな、ぐらいで倒せるので一旦先延ばしするだけでもだいぶ違うんですよ、今回の戦いは。だから使う。でマイン系は通常攻撃に反応して、反撃ダメージを加えてくる、なので魔法攻撃のみの、戦い方を今からするってことなんですよ。だから魔封じゃあんま意味ないんですよね、本当はね。反撃されないんだから、魔法で攻撃するんだから。でも2ターン目も悪魔印をしつこくこいつは使ってくるので、だったらやる意味あるっていうことなんですよね。だから本来の魔封じって意味ではないんだけど、またしつこく使ってくることによって2ターンこっちは得する、っていう意味ではものすごく意味がある。で10ターンも20ターンもかけて戦うような戦い方だったらあんまり意味はないのかもしれないけど、今回に限ってはものすごく意味があるっていうことですね。だから使う。そして、さっき言ったようにマックはコンボレークを持ってます。なのになぜ使わないのか、理由は簡単、遅いからっていうことなんですよ。だから使わない。だからマインデスをさらにかける。マインデスだってじゃあ遅いじゃないか。
っていうことなんですけど、確かにその通りなんですが、サラにかけます。でサラはこのターンは攻撃しません。してもいいんだけど、あえてしない。だから、サラにマインデスをかける。そしてじゃあコンブレイクは誰がかけるんだって言ったらクック。なぜなら早いからっていうことなんですよね。だからわざわざクックにかけてもらう。だから今後関のジュワを組んだ。で、獣ダメージアップか、土属性ダメージアップが、どちらか 50% の確率で入る。でこれテイク3なんだけど、獣ダメージアップが働いちゃうのよいいんだよ、別に勝てるんだよ。だけど動画的に長くなっちゃうから、別にターンがすごいかかっちゃうって意味じゃないんだけど、なんかスマートじゃないからやめさせてもらいました。別にいいんだけどね、勝てるから。だから土属性ダメージアップをとにかく入ってほしい。じゃないと全体の魔法攻撃の、威力の底上げにならないから。勝てるけどね、勝てるんだけど底上げにならないので、なので、やり直しました。というわけでとにかくクックにコンブレイクをかけてもらう。それから、じゃあサラは何するんだって言ったら、さっきも言ったように、早速攻撃してももちろんいいんだけどあえてしません。じゃあ何やるんだって言ったら、マインデスを、ヤンセンにかける。でなんでかっていうと、これによってヤンセンはですね、遅いから、ほぼ最後なんですね。一番遅いのはマックなんだけど、これによって、コンブレイクで土属性ダメージアップが図られた状態、なおかつ、マインデスがかかった状態で1ターン目を攻撃できる。なのでうまくいけばさらにクリティカルが働いたならば、1ターン目で、2000以上のダメージが出せるっていうことですね。グランダでギャンブルは使えません。ギャンブルだともっと出るでしょうけど、あんなまさにギャンブルみたいなこと嫌いなので、いつも使ってないんだけど、まあ後で1回だけマックで使いますけどね。なぜ使うのかはまた説明しますよ。たまには使うっていう理由ともう一つ大きな理由がある、なんですけどね。とにかくヤンセンのグランダの、一発目の、最大ダメージ量を出せる状態が整うからこういう動きにしました。別にあんま変わんないんだけど、さら攻撃してもいいんだけど、まあね、少しはかっこよく見せたいからっていう感じですね。なのでこういう風にしました。なので1ターン目の、攻撃はつまりヤンセンだけになってしまうっていうことですね。まずこれで悪魔円を次にまたしつこくかけていくわよ。そして、先に、マインデスを、ヤンセン、そしてコンブレイク、土属性、よし OK、 やっとだよ。3回目悪魔円で、これがミスで、また次しつこく使ってる。そしてうまくいけば、ダメだそううまくいきませんよ。そこまでは望んでない。でもちょっと低かったな。ちょっと低かった、残念。で早速攻撃に行きます。グランダー、それから、まだこれは、マインデスを、今度はミンにかけます。さっきおばあちゃんにかけたけど、次はミンにかける。自分の国の女王様にかけてあげますよ。それから、これは早速攻撃します。お姉ちゃんに使ってもいいんだけど、マインデスクックの方が先に動いちゃうし、どっちにしてもこのターンでは意味ないんだけどね、マインデスかけてもマックはね、何するんだっけ、これね、黒魔法使えないからで、これを、違う、グランダをかける。1100ぐらい、そして黒魔法、そして黒魔法とグランダ、これマインデス入ってますね。でこれは入ってない。だから1100ぐらいで、1100ぐらい、もうちょっといってるね。で悪魔にまた使ってくる。でもここではもう発動してしまう。だからこれ以降は通常攻撃をやると、跳ね返ってきます。ただし通常者で不死者であればそれを防げます。防げるんですがっていう感じで、ただなんだけど今回は魔法攻撃だけでいくってことですね。1回ぐらいはヤンセンの2000ね超えのパワーを見せたいんだけど発動しないかな。じゃあ相変わらずこれグランダーね、今7600ね、だから次のターンでゼスリープを使ってくる。なのでここで説明したかったんだけど、
これで防げます、デスリープは。これで防げる。だから最初7000だから今これ次使ってくるんですよ。次使ってくるので、今魔封じをやるっていうことをやってました。最初は。なんだけどさっきも言ったように2ターン得する方が効果的かなと思って、2ターンこいつに何もさせないっていう方が効果的かなと思ってやめました。だから最初に魔封じを使った。もう魔封じは使えないんでね。これさ、使えないならここグレー表示にしてほしいんだよな。グレー表示にしてほしいんだよ。例えばこういう風に。まあいいんだけどさ、まあだから使わない。でも魔封じでも防げることは確認してます。まあ魔法だからね。まあ当然防げるんだけど、まあとにかくじゃあグランドね。でね、じゃあ次のターンでやればいいじゃないかって思うでしょ。次のターンは絶対にできません。例えばレベルがさ50とか99とか知らないよ。まああったとしてもね、絶対できないと思う。絶対に一番最初に使ってくる。それがなんでそう言い切れるかって言ったら、レベル99で戦ってるわけじゃないのに。なんで言い切れるかって言ったら、なぜなら防御より早いから。それ後でお見せします。防御より早く、やつはデスリープをかけてくる。だからもう何やっても絶対に無理だなと思った。だからやるんだとしたら、その前のターンで例えばね、こういうことも考えました。だけどダメなんだよ。前のターンでやっても意味がない。それはそうなんだよね。それからこれも意味がない。特殊技じゃないから。だから、絶対に魔封じでしか封じられない。しかもその前のターンで。だけど最初の悪魔院の方にこれをかけたかったからやめたんだけどね。だからじゃあゼスリープは何で防ぐかって言ったらアクセサリーで防ぎます。不死者の場合はスキルで防ぐっていうことにもうしました。最初はやってたんだけどね、まあいろいろ攻略考察してる中でやめたんですよ。何するんだっけ今、民家、グランドね。それからこれはですね、もうこのターンで、今度自分にかけるのよ。かけたいのよ。かける。それから、マックじゃないクックはグランダをかけるでグランダかけます。なんか間違いないんじゃないかな。なんかいろいろ喋ってる。まあやっぱりサラの方が威力あるよな。まあそうなんだけど威力あるんだけど、まあこれでどれぐらいかな。まあ2000ぐらいお見せしたいけど、まあいったな。いったね。嘘、全員です。嘘。その HP の減り具合だからな。まあでもヤンセンは防げる。ゼグランデスなんだけどな、大体。まあこういうことです。さてここですよ。だからこのターンでこれはもう絶対にできないです。本当はこのターンでかけたいんだよ。ほらもうまあこれだけだからもうどうでもいいんだけど、まあこれね。でね、マイン系はデスプレイとかでも解除できないんで、もうしょうがないですよ。あそこに表示されっぱなしです。マインはね。ここでお見せしたい。こういうことなのよ。ゼスリープね。ちょっと止められるかな、うまく。ちょっと見づらくてすいません。これね、反撃の魔法。魔法カウンターがたまたま発動したの。今分かった？今防御したのよ。このウィンダー関係ない。ちょっとどうでもいい。ほら。今防御の姿勢になったでしょ。これ全員防御にしといたんだけど、だから防御よりも早く動くの。だから絶対に7000切った状態でそのターンで魔封じなりなんなりとにかく何かの作業をこいつより先にやろうと思うことはもう絶対に不可能ですね。とてつもない攻撃っていうか恐ろしい攻撃がこの後飛んできます。それは3ターン目に必ず飛んでくる。それがこれです。見せたいために全部防御にした。もうめんどくさいから。でなんでこのメンバーにしたかっていうと防げるからっていう意味で。これ3段目、この絶望って技。さっきのさ絶望ってあったでしょ。絶望だったってミンが。でこれがさなんか肩代わりでもしてくれたんかなと思ったの。
このなんかいい人っぽいからね。ミンのいろいろミンと触れ合うことによって、あ、ミンそんなに苦労してたんだみたいな感じで、でその絶望を取り払ってもらったみたいな、なんかそういう感じなのかな。それでこの絶望って技を使うようにしたんじゃない？なんかそんなつながりがあったらなかなかいいじゃないですか、物語的にね。なんてことも思いました。でこれが凄まじい。これもね、これもさっきのゼスリブと同じ。見てこれ。でこういうことで、不死者4人と、あとトルタン1人組めば1で耐えられる。ただし不死者4人は執念を習得している必要がある。こういうふうに防げますよってこと。ここまで伸ばさないうちに倒しきりたいですよね、当然ね。この後防御視点になるかな。ほらね、こういうことなんですよ。だからゼスリブと同じように絶対に防げないと思います。先に何か行動することはできないってことです。あと絶望はね、魔封じでも何でもできないです。であと先延ばしにもできない。ジャミングだったりスローンだったり、それやったけどできなかった。ただし、ゼスリープの後3ターン目に必ず飛んでくるんだけど、絶望がその間はこいつ何にもしてきません。そういう親切設計ですね。何にもしてこないです。ということです。さて、今見んでしょ。さっきの続きなんだけどさ。で、これで、もういいんだけど、別に眠りがかかろうと。いいんだけど、防ぎたいじゃないですか。ということで、目覚まし時計。で、これで、ギャンブルを使う。なぜなら、クックを、これを、こういう風にしてしまうと、やることないんだよ。クックは。何をこうやる意味もないのでね、遊んじゃうんですよ。防御ね。だからマックに使ってもらう。多分マックが発動する前に誰かが倒しますけど、じゃああれだな。そっか、ファスダも使えないのか。ファスダはダメだ、スキルだもんな。魔法攻撃を早くするわけじゃないから。でもそっか、これどうかな。でもミンとサラのが絶対早いな、多分。どうせならやってみようか。そしてグランダね。それからこれもじゃあ変える。これね。そしてグランダ。どうせヤンセンのグランダは発動する前に倒すでしょうから、こいつのグランダは多分発動しない。遅いから。さあこれでデスリー。そして全員ミスということですね。いったか。1600ぐらい出る。うまくいけばだよ。おっと、まあじゃないか。へえ。やっぱりヤンセンだ。こんな感じということですね。おっと、これは見てないぞ。実はね、ここまでしか見てません。もちろんさ、なんかやりとりがあると思って、リザルト画面まで見たかったんだけど、これね、トロフィーが取れます。トロフィーじゃない、実績か。たまたま、あれ見てたんですよ。さっき言ったみたいに、ダウンロードコンテンツやってる時に、そういえば実績ってどうなのかなと思って、前のペルソナ戦の時もあったから、ペルソナ戦の時の、悔しい思いもしたから、ちょっとね、見てみたの。そしたらね、こいつね、これトロフィー取れるはずなんだよ。だから、ここで、やめさせて、もらってました。裏ではね。やめさせてもらってましたっていうか、こういうことをまたしてました。こういうことを。なので、さっきのノーダメージ2ターン撃破の動画をくっつけておきますが、それはここなんですよ。ここまでしか取れてない。だから、この後を、また後で戦って取りますが、リザルト画面の内容同じなんで、それはご了承ください。言ってることわかるかな。ここで一回切ってるんでね。ノーダメの方もね。見たくなかったんで、トロフィーは。実況中に見たかったんで。もっと頑張らないと。どこで入んのかな。あれはアイテムに働きませんでしたね。いいか。SP に、ここか。ここで来んのか。じゃあやっぱり見ちゃダメだったな。危ない。なるほどね。ここで来るんだ。だけど、ペルソナ戦の時はここじゃなかったよな、確か。いや、ちょっと覚えてないけど。1000年の記憶ってなんだろうね。
それから SP20 ゴールド2万だから本当は半分ってことですね。SP2 倍ゴールド2倍が入ってない場合には、2万はでかいな。特にお金ね。特にっていうか2万はでかい。私にとっては素材とか買うのに。さてなんかあるかな。まあそれあるか。目覚めたかな、やっと聖獣。あら、なんか今なんだ、なんか言ってるみたいだね。なんか言ってるみたいだけど聞き取れないぞ。聖獣の言葉は普通の人には聞き取れないのです。でも今は感謝すると言っているのですわ。そうなのね、さすがだなミンは元からこういう能力があるの？それとも触れ合う、何度も何度も聖獣と触れ合うことによって聞き取れるようになったの？まあ、そっちなんだろうな、多分。そうなのか。まあいいや、正気に戻ってよかったら。まあね、これだけメインストーリーじゃないからかな。言葉はここにいるんだ。何も嘘。例えばミンを先頭に嘘。何もないの？ちょっと一回もう一回ここに来てみようか。一回エリアチェンジして、ちょっと雑魚戦が始まったらカットするね。珍しいな。やっぱりダメか。はい、雑魚戦カットしました。ここはね、狭いからかな、場所が。なんかよく出会うな。おお、やった、よかった、来て。聖獣も魔導力の不穏な動きを感じるそうですわ。この件についてはだからね、前回も似たようなことを私言ったけど、このことに関してじゃないけどね、もちろんね。やっぱ魔導力に関してのことなんだね。だからああいうふうに荒ぶってなんだね。聖獣も魔導力の不穏な気配を感じるそうですわ。あまり無理をするなと言ってますだって。よかった、よかった、来て。もう同じだろうな、何回来ても。もう一回今来てみたんですが、同じですね。なるほど、それを確認したかった。ちょっとすいません、これ別撮りです。いつもやっちゃうんだよな。今戦った聖獣戦の1000年の記憶という報酬ね、それをまた見るの忘れた。よくやっちゃうんだよな、ボス戦の後。で今から見ていきたいと思います。私もまだ見てない。1000年の記憶、これね。すごいね。スロットプラス10だって。じゃあこの3あるじゃん、覚醒の腕輪、それから解放の腕輪、これ足したより多いんだ。これはすごい。まだ他にもあるんかね、15とか。すごいね。なるほど。でここでちょっと録画ボタン切らせていただきますが、この1000年の記憶というものを、もらったということですね。なるほど、ということでした。この動画は、どこかにくっつけておきます。では、失礼しました。はい、ちょっと別撮りです。ですね、何度もすいません。先ほど聖獣戦見ていただけたかと思うんですが、実はですね、先ほどの戦略をちょっと変えるだけでノーダメが可能なんですよ。それは分かってました。分かってたんですけど、あえて、敵の攻撃も多少食らった方がいいだろうっていうことで先ほどはお見せしたんですよ。で今から流す動画はね、別撮りで撮った動画は、流す予定ではなかったんですけど、せっかくちょっと撮ってるんで、ちょっとくっつけようと思ってこの動画を撮ってるんですよ。それでね、これね、まずねバトル編成なんですけど、これはノーダメなんでどうでもいいです。先ほどとちょっと変えました。メンバーは同じですね。こういうね、相変わらずね、友達以上恋人未満みたいな、おばあちゃんと孫入れてみたりで、マックを先頭にしてみたりっていう風な、ちょっと遊びでやってみました。それはどうでもいいです。それでね、先ほどね、まず最初にね、やつはね、聖獣は悪魔印を使ってくるから魔封じをやるって言って魔法陣を使ったじゃないですか。でもちろんそれは使うんですが、そうすると、次のターンもまたしつこく悪魔印を使ってくる。だから2ターン得する。
って言ったと思うんですけど、まあそれももちろんその通りなんですが、でその2ターンの間で、正銃の HP を、半分以下にするっていうことをすると、必ず、3ターン目にゼスリープを使ってきます。そうするとまたこっちが得するじゃないですか、一旦。さらにゼスリープを使った後3ターン目に絶望を使ってくるって私言ったと思うんですけど、まあ、それももちろんそうなんですが、なので、つまりですね、5ターンの間何もしてこないっていうことになるんですよ。まあゼスリープをしてくるということはもちろんあるんですけどね。ゼスリープはアクセサリーでも防げますし、こうやってスキルでも防げますし、なんとかなります。なのでノーダメが可能だということですね。5ターン以内に倒せればね。でそのゼスリープから、絶望の間のターンは何もしてこないので、2ターンはね。で3ターン目に使ってくるんですが、絶望をで何もしてこないので、なおさら倒しやすいっていうことですね。ただ今から流す動画は、ゼスリープを使うターン、つまり3ターン目で倒してしまってるんで、まあ、もちろん絶望まではもちろんいきませんが、結局3ターンで倒せてるということですね。でさらにその後に流す動画は2ターンで倒してます。ゼスリープを使われる前に倒してます。それはちょっとメンバーも違うし戦略も違います。それはまたそれで見ていただきたいかと思うんですが、でそれによってちょっとこういうねスキルにしました。でヤンセンはこんな感じで、もうサラはもうこれで十分っていうことですね。でね、魔法カウンターなんだけど、これが発動したのを見せたかったんだけど、さっき絶望が使われてるクリップ、スクショクリップか、それもお見せしたと思うんですけど、そこで発動してましたね。だからもうよしとしましょう。発動します。でこれもまあ入れてます、魔法カウンターね。発動するかもしれないと思って。で一応、まあこういう感じね。でまあこういう感じっていうことですね。で装備は一応1個余ってる、1個しかないんだけど、これを入れてやります。まあこれも裏でやってる時に発動はしてなんですけど、まあ今から流す動画は発動しませんでしたね。まあしょうがない。どこで発動するかっていうと、敵の攻撃受けないのに、先ほども言ったようにゼスリープでも反応しますので、ゼスリープによってカウンターが発生したということです。今から流す動画では発生してませんけどね。ということです。ランダムの黒魔法で反撃するんでね。まあなかなか威力もね入ったり入らなかったりなんだけど、まあないよりはマシっていうことですね。あと目覚まし時計を最初から入れてるのと、まああとこれね。まあこれもまあいらないよね。でこれは後から目覚まし時計に変える。そしてこれは先ほどはエルヴィン・チャームをつけてたと思うんですけど、まあいらない、ノーダメだから。で最初から目覚まし時計をつけたっていう感じですね。ということで、うまくいきましたのでね。でね、マックはね、ギャンブルをちょっと使いました。またね、まさにギャンブルなんでどうしようかと思ったんですけど、まあうまくいったんで、ギャンブルそのまま使った動画を流します。本当はねグランダで裏でやってたんだけど、まあグランダの方が確実です。でもその今から流す動画は、うまくいった動画はまあギャンブルでうまくいったので、そのまま使います。まあグランダの方がいいでしょうということですね。でね、1ターン目にまず今から流す動画、私の声が入ってないのでね、1ターン目にまずミンの魔封じ、それからマックがマインデスをヤンセンにかける。それからクックはコンブレークをかける。先ほどの土属性ダメージアップを狙うためですね。それからサラはもういきなりグランダで攻撃する。そしてヤンセンもグランダで攻撃するっていうことですね。そして2ターン目はクックは装備を変えてグランダですね、2ターン目は。そしてマックは、早速ギャンブルで攻撃してもらう、2ターン目はね。それでHP 半分以下になる。そして3ターン目に突入する。そして3ターン目はやつは必ずノロードでもスローン、ジャミングも何でもいいんだけど、もう絶対にやつの方がさっきも言ったように早く動くので、3ターン目は先にゼスリープをかけてくる。でそれをだから装備を変えるので防げますよと。そして3ターン目にマックがギャンブル、そしてクックはもう装備を変えちゃうんで、さっきも言ったように攻撃できないんで防御、そしてグランダで3ターン目で終わったっていう動画です。
それをじゃあ今から流します。それとなんですけど、さっきね、終わった後、ちょっとしたこう、聖獣のとこに来たら言葉があったでしょ。それね、もう一回来てみたけど、変わりませんでしたって言ったでしょ。うん。だけどね、もう一パターンあるっていうことをね、知った。やり直してよかったよ。うん、で、それを、じゃあちょっとね、クリップも撮ったんだけど、ちょっとスクショでいいか。じゃあちょっと、そのスクショちょっと探すまでカット。はい。先ほど見ていただいたのはこれですね。来た時に。で、2回目来た時もこれだったんですよ。なんですけど、こういう言葉もありました。まあ、ようこそですって。政治も歓迎してくれていますわと。うん。もしかしたら、何回もリロードする、エリアチェンジか。するともしかしたら、他に言葉あるのかもしれませんが、多分2種類ぐらいでしょう。うん。という、ことも紹介したかったですね。うん。さっきね、マフージをね、グレー表示にしてもらいたいんだよなってことを私ブツブツ言ってたと思うんですけど、あれね、後から編集してて気づいたんだけど、あれね、なんでグレー表示にならなかったかっていうと、おそらくね、マフージっていうのは、例えば敵が複数で出てきた場合には、他の敵にマフージをもうかけれるわけですよ。だから戦闘中1回だけど、1人1回っていう意味ですね。1体に1回。例えば5体いたとして、5体ともマフージをかけたいとするじゃないですか。例えばね。うん、だからそういったことのために、多分グレー表示じゃないんでしょうね。まあどうでもいい話なんですけど、おそらくね。だけど、敵が1体なんだから、1体の場合はちゃんと細かくさ、グレー表示にしてもらいたいんだよな。多分グレー表示じゃないっていうことは、そういうことなんでしょう。で、例えばだから複数で戦うのも1体で戦うのも別にそのままの設計になっちゃってるんじゃないですか。うん、多分ね。他にもね、そういうのってあって、まあ反撃表示とかもそうなんだけど、他にもね、ちょっと今パッて思いつかないんだけど、なんか似たようなことがあるんですよ。じゃあ今から、今のメンバーでこのメンバーでノーダメが可能だったんで、それを今から流します。ではまずはこのメンバーで戦うノーダメからどうぞ。
俺様最高。Say your prayers! Okay. Okay. I can't afford to lose. というわけで今回は聖獣戦のみと、なってしまいましたが、しょうがないですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。